機動戦士ガンダムシードフリーダム。ガンダムシリーズの劇場版として歴代1位の興行収入にしてダントツの記録を塗り替えています。そんな本作には魅力あふれるモビルスーツが多々登場しており、どの機体も印象的な活躍を見せつけています。今回はそんなシードフリーダムに登場した全機体について各所で明かされている小ネタも含めまとめて見ていきたいと思います。なお、本動画には映画のネタバレを含みますので、苦手な方はここで動画を閉じていただくようお願いいたします。ライジングフリーダム。劇場版に舞い降りた剣。歴代フリーダムのようなワンオフ機体ではなく正式採用機となっているのが特徴です。同時期に開発されたイモータルジャスティスとはフレームの共通化が図られました。またコンパスの広大な任務範囲に対応するためモビルアーマー形態への変形機構も備えられており、短期での大気圏の突入と離脱も可能となっています。劇中では冒頭からキラの愛機として登場し、ブルーコスモスによる侵略行為に武力介入を行っていました。新武装のシールドブーメランも威力を発揮し、短期で大部隊を相手に圧倒する活躍を見せます。一般兵ではただでさえ回避しきれないフルバーストとの同時射出により回避がさらに難しい武装としての一役も買っていました。しかしブラックナイトスコード戦では相性の悪さとキラの精神が疲弊していたこともあり、防戦一方となってしまい、最後は単身砲を全身に受け機能を停止します。その後キラが機体を放棄した後、残骸は核爆発に巻き込まれ完全に消滅しました。なおそんな本機は正式採用ということなので、もしコンパスがなくなっていなければそのまま量産されていたかもしれません。またグレートメカニック G での福田監督の話によると、当初は量産型フリーダムの大群が敵となる予定だったことが明かされています。なお動力源は3月現在まだ明かされていません。個人的には演出やコンパスの立ち位置からバッテリー機ではないかと思うのですが、果たしていかに。イモータルジャスティス。本機はインフィニットジャスティスの運用データをもとに開発されたコンパスにおける真の愛機となっています。登場者の真は後継機とはいえアスランが乗っていた機体という事実に釈然としていないようで、映画ではデスティニー登場時にジャスティスをディスる様子が描かれていますが、小説版ではさらに真にはもともと専用機として開発されたデスティニーの方が相性がいいことが明かされています。ただしイモータルジャスティスは新型機ということからか火力はデスティニーよりも上とされています。歴代ジャスティスにあったハイブリフターの分離機能は変形機構を採用したためオミットされていますが、以前よりも推力と運動性は向上しています。劇中では大和隊の一員として各地の紛争に介入していました。唯一の防御兵装を市民を守るために使い、攻撃を華麗に回避しながら迫り来る敵機を圧倒しています。ブラックナイトスコードとの戦いも序盤は善戦しますが、インパルスでフリーダムを撃墜した時のオマージュなのか、アークエンジェルが強沈したのに気を取られた隙にブラックナイトルドラに胴体を両断され機能を停止しました。その後ヒルダが目くらましのため本機の残骸を爆発させています。ストライクフリーダム2式。ストライクフリーダムをオーブのモルゲンレーテが新たに改修を加えた機体です。改修によって新型動力が採用されていますが、劇中ではオルフェから旧式呼ばわりされているので、スペック上は前大戦時のストライクフリーダムと大差なさそうです。映画の半年前に起きたとされるフリーダム強奪事件が一瞬だけ描かれていますが、その時ブラックナイトに破壊されている描写ではまだ2式への改修前の外観になっているため、フリーダム強奪事件で破損して改修を受けたと思われます。劇中ではライジングフリーダムを失ったキラへ新たな力として受け渡しされました。アルテミスでのラクス救出戦ではアスランが登場し、キラが乗っている時と遜色ない動きを見せています。その後月面でブラックナイトスコード彼らとシバーと交戦しますが、性能面と技量で上回る相手に苦しい戦いを強いられていました。なお核エンジン搭載機にもかかわらずフェーズシフトダウンする場面が見られましたが、これはグレートメカニック G によるとフェーズシフトの対衝撃限界を超えそうになって炉心の温度が上がりすぎたので冷却しなければならないオーバーヒート状態になったことが原因であり、プラウドディフェンダーとドッキングして冷やしたとされています。マイティストライクフリーダム。ストライクフリーダム2式が
強化兵装であるプラウドディフェンダーを装備した形態です。戦闘力は先代までの比ではなく、展開したウィングから放電したり、頭部から全てを切り裂くビームを発射するなど、まさに神の域に達していました。映画では全方位に防御フィールドを展開して全てを受け流しているような演出で、機体の外に出ていたラクスに全く影響がないほどの防御力を誇ります。小説版によると、ナノ粒子によってビームを吸収し、そのエネルギーを敵に放っていることが明かされました。ちなみに本形態になったことでオーバーヒートしていた炉心が冷却されていることから、プラウドディフェンダー側にも核エンジンが搭載されている可能性があります。また本編では未使用ですが、ウィングの内部にある金色の翼はドラグーンシステムであることが超合金の企画者インタビューで明かされています。劇中では本形態へ換装したことで、それまでの苦戦が嘘のように彼らを圧倒していました。デスティニースペック2。全対戦で大破したデスティニーがオーブの手に渡り、オーブのモルゲンレーテ社によって回収された機体です。振動力を搭載し、カラーリングも変更されていますが、それ以外は武装、見た目ともにほぼ変化はありません。作中でインパルスへデュートリオンビームの送電を行っており、エネルギー送電を受けるだけではなく送ることもできることがわかります。劇中ではイモータルジャスティスを失ったシンが登場しました。シンは本気に並々ならない愛着があったようで、戦闘中に前はジャスティスだから負けたと豪語し、それを証明するように圧倒的な戦闘力を見せつけました。ブラックナイツの性能にははるかに及ばない機体とされていますが、 DUP 粒子による多重分身を見せつけ、一気にブラックナイツ3機を撃墜する活躍を見せました。その後は暁からデスティニー用に開発された拠点攻撃用シルエットであるゼウスシルエットを受領します。こちらはグレートメカニック D によると、リニアキャノンの一撃で一気に電力を使用するので、もともとは核動力機しか使えない装備という設定が存在します。劇中ではミーティアを装備したインパルスのビームソードでレクイエムのバリアを破壊した瞬間、リニアキャノンをレクイエム内部に撃ち込み破壊に成功しています。インパルススペック2。全対戦後、デスティニーと共にオーブの手に渡り、秘密裏に回収が行われた機体です。振動力に変更されたほか、バリアブルフェイズシフト装甲の色も各シルエットごとの特徴が全身に反映されたものとなりました。各シルエットを遠隔操作することで戦場で即座に換装が可能です。なおシードデスティニーでは出撃時はコアスプレンダー状態でしたが、ミレニアムにコアスプレンダー用のシステムがないのか、最初からインパルスに合体した状態で運用されています。作中では最終決戦の際、ルナマリアの登場機として活躍しました。3つのシルエットを伴って発進し、艦隊戦では高火力のブラスト、ビームが効かないルドラ相手にはソード、ギャンとの戦闘ではフォースと状況に合わせて使い分け、急な敵とは思えない大活躍を見せました。ストライカーパックとは異なり、またシルエットシステムにバッテリーが搭載されていないという設定を引き継いでいるようで、バッテリー回復にはデュートリオンビームを用いていますが、それでも今までは核動力機でなければその火力を使用できなさそうなミーティア装備でビームソードを使用してレクイエム発射口を切り裂いているので、かなりバッテリー容量が上がっているものと考えられます。ゲルムグメナース。本機はザフトで計画された次世代量産機開発プロジェクトニューミレニアムシリーズで開発された機体で、ザクオーリアの後継機にあたります。ゲルムグの名を冠していますが、ファーストガンダムに登場したゲルムグというよりはデザイン的にはザクやジンの後継機というイメージが強い印象になっています。量産機ということもあって、劇中ではルナマリア、マーズ、ヘルベルト、ヒルダと多くの人物が登場していました。他にもエターナルの警護についている機体など各所でその存在が確認できます。終盤ではヒルダ登場機がデスティニーと共にブラックナイトスコードと交戦し、そのうちの1機を撃墜する活躍を見せていました。ギャンシュトローム。本機はニューミレニアムシリーズで開発された機体で、グフイグナイテッドの後継機とされています。劇中ではアグネス機とヒルダ機が登場しており、アグネス機には目元に赤色のペイントが施されています。なお初期設定では当初イザークが登場することが想定されていたようです。。中盤でアグネスが裏切り、ルナマリアのインパルスと交戦しますが、
真への愛を確固たるものにしたる名にはかなわず、機体は大破し月面に不時着しました。ヒルダ機は中盤のブラックナイトスコードの戦いで損傷したためか、以降は登場していません。村雨海。オーブの主力モビルスーツである村雨の改良機です。フレームや武装はそのままですが、形状や変形機構にアップデートが施されています。また、全体的に灰色で塗装されている箇所が増えたことで、以前よりも武骨な印象を受ける機体になりました。劇中では、主に無登場機が活躍していますが、さすがに最新鋭機であるブラックナイトスコード相手では分が悪く、あえなく右腕と頭部を破壊され落下してしまいます。しかし、ムーのとっさの判断により、とどめを刺される瞬間、グレネードランチャーで迎撃して難を逃れました。量産機だけあって信頼性は高く、中破しているにもかかわらず、モビルアーマー形態への変形ができる頑丈さを見せています。ズゴック。アスランの登場機体で、インフィニットジャスティスの姿を隠すためまとっていた外装です。一応、頭部や足の裏を見ると、何の機体が隠されているかわかるようになっています。もともと、カモフラージュに使う機体は、アッガイにする予定だったそうですが、劇場版の企画中に始動したビルドシリーズでアッガイが登場したため、ズゴックに変更したことが明かされています。作中では、絶体絶命のピンチに陥ったキラの元へアスランが本気で駆けつけています。ファーストの颯爽たるシャアのオマージュらしき援軍という BGM をバックに、これまた、ファーストのシャア専用ズゴック登場シーンのオマージュでゆっくりと立ち上がるズゴックの姿に、思わず吹き出してしまった方も多いのではないでしょうか。そんなシュールな登場シーンとは裏腹に、アスランの操縦技術も相まって、シバーと凄まじい戦いを繰り広げていました。なお、映像をよく見ると、シバーの攻撃を身をひねって回避する際、背面の翼の左スラスター基部が回転していて、その推力で身をひねっている様子が見れるなど、翼の機構をフル活用していることがわかります。また、作中では、キャバリア・アイフリッドを装備した姿、アメージングズゴックで、ニコルの作戦を行うなど、電子戦でも活躍。そして、最終決戦では、シバーによる攻撃からストライクフリーダムをかばったことで、本機は真の姿を現しました。それがインフィニットジャスティス2匹となります。ストライクフリーダムなどと同様、全大戦後に改修を受けた機体です。ファトゥム01を失ったため、新規開発の超高速戦闘に対応可能なウィングを装備しています。X 上にウィングを開くことで、4枚の翼が展開され、それぞれからビームサーベルを発生させることができるなど、全身に凶器が仕込まれた殺意の高い機体へと仕上がりました。作中では、シバーの単身砲を食らったズゴックの外装が剥がれ落ちることで、中から本機が現れます。その後は、奇策を交えながら、シバーと互角の戦いを繰り広げていきました。一時は、右腕を切り飛ばされ窮地に陥りますが、頭部に仕込まれたビームサーベルでシバーを両断して勝利しました。なお、このトサカビームは、ガンダムエースでの監督インタビューによると、シルバー仮面がモチーフになっているそうです。ちなみに、劇場版公開前日には、ドムの外装をパージしてビルドバーニングガンダムが現れる、ビルドファイターズトライ第1話がガンダムチャンネルで公開されており、劇場版を見たファンの間では、ズゴックの中からジャスティスが出てくる伏線だったのかとの憶測も飛び交っています。ストライクルージュ。カガリが登場するオーブ軍のフラッグシップ機です。全大戦でキラが借り受けて、大破させた後の行方は不明でしたが、修復されてカガリに返還されていたようです。目立った改修も受けていないようなので、かなりの旧型機となっていますが、依然としてオーブの機器として扱われています。作中ではキャバリア・アイフリッド2と合体した形態アメージング・ストライクルージュで出撃し、地球から月面で戦うアスランのインフィニット・ジャスティスを遠隔操作するなど、指令室的な役割を果たしていました。ちなみに、グレートメカニック G やガンダムエースの監督インタビューによると、キャバリアはエアフォース1のように複数人が乗り込み、中で居住できるようにしたいという考えがあり、さらに、ドラグナー3型の索敵電子戦能力を盛り込みたいという意図があったとのこと。また、キャバリアが得た情報は、すべて、オーブ行政府に直に伝わる仕組みになっているそうです。やはり、シード界で一番危険なのはオーブな気がします。ちなみに、同書籍によると、キャバリアは、本来、ジャスティスの装備とのことなので、
アメイジング・インフィニット・ジャスティスという名称も存在すると思われます。暁。かつて、オーブのフラッグシップ機として、かがりのために開発された機体で、後にオーブを離れられないかがりからムーへ託されていました。本作でもムーが登場し、レクイエムがオーブに照射されることを防ぐため、密かにゼウスシルエットと共に宇宙へ上がっていました。そして、レクイエム発射直前にミラージュコロイドを解除して、訪問の前に現れ、ゼウスシルエットでビームを結節させる中継地点を破壊。そして、発射されたレクイエムのビームをシールドで受けつつ、ヤタの鏡で反射する活躍を見せました。しかし、さすがにレクイエムを受けた反動で、機体の各部が灼熱化しており、以降の戦闘には不参加となっています。ちなみに、グレートメカニック G によると、ゼウスシルエットのリニアキャノンは、莫大な電力を消費するため、各機体でなければ一発でダウンするとされています。そのため、劇中における暁は、一旦停止状態になった後、レクイエムを反射するというとんでもないことをしています。デュエルブリッツ。かつてのイザークの愛機であるデュエルに、核動力を搭載し、コックピットは、ザクオーリアと同じものに変更するなど、近代化改修を行った機体です。かつてのデュエルに、戦友であるニコルの愛機だったブリッツを彷彿とさせる武装を持っているのが特徴です。作中では、ファウンデーション王国と手を組み、ジャガンナートなどクーデターを起こした急進派の鎮圧を行うため、ミーティアを装備して出撃しました。ミーティアをパージした後も、説得に応じないジャガンナートの帰還に向けて、ブリッツのグレイプニールと同じモーションでトリケロスを射出しています。ライトニングバスター。リアッカのかつての愛機であるバスターに、核動力を搭載し、コックピットをザクオーリアと同じものに変更するなど、近代化改修が行われた機体です。バスターの特徴だった用具で連結機能を持つライフルは廃止され、代わりに折りたたみ式のビームキャノンへと変更されています。作中では、デュエルブリッツと共にミーティアを装備し、クーデターを起こしたザフト軍の鎮圧へと向かっていました。ちなみに、バスターには、一見ブリッツ要素はないように見えますが、ブリッツは、ドイツ語で稲妻を意味する言葉で、同じく、ライトニングも英語で、稲妻の意味を持っていて、小説版で、デュエルとバスターの改修には、イザークの母、エザリア・ジューレとニコルの父、ユーリア・マルフィが関与していることから、2機とも、ニコルへの思いが込められていると思われます。ジン、ディン、ザウート。第一次連合プラント大戦から使われているザフト軍の量産機です。かなり古い機体ですが、ジンとディンはアフリカのオレドリン地区におけるザフトの守備軍で使用されていました。しかし、さすがに旧型すぎるからか、ブルーコスモス側の量産機にかなり苦戦していました。ディンに関しては、大気圏内で単独での飛行が可能という利点を持ちますが、映画のコズミックイラ75年時点では、ウィンダムをはじめとして、すでに空中を単独で飛行できる量産機が増えたため、戦術的優位性は失われていると思われます。ザウートは機動力が低く、格闘兵器も持たないため、モビルスーツ同士の戦闘においては、格好の的になる不遇な機体です。そのため、シードの頃から、バルトフェルドには、なんでザウートなんてよこすかね、と苦言を呈され、連合軍からも、ザウートなど仕留めてみせろと言われるなど、両軍からの扱いは散々ものでした。劇場版でも、機動力の低さから、ほぼ固定砲台として運用されており、あっけなくデストロイによって破壊されています。シグー、バクー、ザクオーリア。これらの機体は、プラント内に配備されている姿が確認できました。シグーは、ジンの上位機種として開発された機体で、シードでは、クルーゼなど指揮官が登場するモビルスーツとして活躍していますが、シードデスティニー時点では、ザグやグフなど新型の量産機が台頭したため、ジンと共に姿を消していましたが、映画内では、プラントに配備されている様子が見られます。バクーはザフトの地上専用モビルスーツで、シードデスティニーで、ジンやシグーが居場所を失う中、バクーだけは、陸戦における優位性が認められたのか、改修を受けて運用されていました。映画では、プラント内部で起こったクーデターの際に出撃しています。ザクオーリアはニューミレニアムシリーズで開発されたコズミックイラ73年時点でのザフトの主力モビルスーツです。ウィザードシステムを採用しており、バックパックを換装することで様々な戦況に対応できる万能機体です。しかし、劇場版における活躍は少なく、むしろジンやディンのような旧型の機体の活躍が目立っています。
コズミックイラ75年は2度の大戦を経て、どこも国力が低下している時代なので、増産できていないということなのかもしれません。映画内では、より旧式であるはずのバクーが急進派が用いていたザクオーリアを撃破しており、主役機たちに負けず劣らず、旧式が勝つという活躍を見せています。ブラックナイトスコード。作中では、4機のブラックナイトスコードルドラ、シバー、カルラが登場し、ファウンデーション王国の親衛隊である、ブラックナイツと最小のオルフェが登場しました。全機に共通した特徴として、ビームを無効化できるフェムテク装甲が装備されています。先日発売されたガンプラの説明書によると、電力を消費せず半永久的に使用できる装甲とされています。劇中ではマーズやヘルベルトのゲルググメナースのビームライフル直撃時に被弾箇所にだけバリアのようなものが発生し、完全に防いでいます。一方、実弾への耐性はアークエンジェルのイーゲルシュトルンをものともせずに接近していたので、実弾に弱いというわけではないようです。ただし後半では至近距離からのレールガンで破壊されている描写があることから、強力な実弾であれば貫通できるようです。機体の開発にあたってはザフトの技術が採用されているため、デスティニーのような残像を発生させていたり、インフィニットジャスティスのように全身にビームをまとっていたり、ストライクフリーダムのようにドラグーンや胸部ビーム砲を備えていたりします。ルドラとシバーは射撃火力がそこまで高くないという欠点を持ちますが、無人機であるジン R やビン R を随伴させることで射撃戦でも優位に立っていました。小説版によると、後半ではルドラのパイロット4人が連携を取る際にアコードの能力で意識を共有してデスティニーに攻撃を仕掛けていますが、一機撃墜された際に死の恐怖が他の3人にも伝達してしまい、そのまま全員撃墜されてしまっています。シバーはまるでフェーズシフト対策と言わんばかりの単身砲を装備しており、シュラの実力も相まってライジングフリーダムを圧倒し、さらにアスランとは幾度も戦い、最終的にはインフィニットジャスティスの右腕を切り落とす互角の戦いを見せていましたが、シュラが女性経験がないがゆえにアスランの妄想に翻弄されてしまい、ビームカッターで撃墜されてしまいました。カルラはオルフェとイングリッドが登場した機体で、ファウンデーション軍の機器という立ち位置で優美な装飾が施されています。性能面では他のブラックナイトスコードとさほど変わらないようですが、複座式になったことで扱える武装が格段に増加しました。特に変更ビームを備えた大型ドラグーンジグラートはメサイアの裏から攻撃が可能で、シバーと共にキラノカルストライクフリーダムを圧倒し、フェーズシフトダウンするほど追い込みました。しかしマイティストライクフリーダムには攻撃が通用せず、最終的に左腕とウィングを破壊された後、コックピット付近を貫かれ敗北しました。なお、キラとラクスが隣り合って座るマイティストライクフリーダムに対して、本機はイングリッドが後方に座り、オルフェからは見えないという対比構造になっています。ジン F、ディン F、ジン R、ディン R。F はファウンデーションを表しており、ファウンデーションの一般兵士が登場します。ファウンデーションはザフト寄りの国家なので、型落ちしたザフトの量産型モビルスーツであるジンとディンを安く買い取り、カラーリングを変更しただけの機体として運用しています。そのため中身は元のジンから全く回収されていないと考えられます。ブラックナイトスコードには最新技術をふんだんに盛り込んでいるにもかかわらず、一般兵が乗る機体には金をかけないあたりがファウンデーション王国の体制を表しているのではないでしょうか。また後半ではヤッツらの訓練にはちょうどいいと言っているので、型落ち機で実戦で訓練させるアコードの本質を表している感じがします。また R はリモートを表し、リモート機は頭部と胸部が無人機仕様に改造されています。作中では基本的にルドラとシバーの火力を補うために随伴していました。なおリモート機の AI 性能は遠隔操作で攻撃を繰り出す程度とされています。もし性能が高いと変に目立ちすぎるため、演出の都合であえて控えめにしているのかもしれません。ウィンダム。シードデスティニー時代に連合軍の主力モビルスーツとして活躍した機体で、スペック上ではストライクと同等の性能を誇ります。劇場版ではブルーコスモス残党の主力機として大気圏内用のジェットストライカーを装備した機体が主に登場しています。105ダガー。ストライクの簡易量産機として作られたストライクダガーを改良した正式量産機です。
ストライカーパックシステムも装備できますが、劇中ではバックパックを装備しない状態で運用されていました。冒頭の映像ではライジングフリーダムのフルバーストで放たれたビームを盾で防いでいる機体も確認できます。その後ビームシールドで撃墜されているものの、フルバーストを防いでいることから熟練兵が操縦していると考えられそうです。デストロイ、言わずと知れたブルーコスモスが運用する超大型モビルアーマーです。作中では冒頭のオルドリン地区の奇襲攻撃で登場しました。圧倒的な火力で街を市民ごと焼き払っていました。また中盤のエルドアジ地区での戦いでは半壊状態の機体が登場。半壊状態でも高い火力を誇り、コンパス部隊を翻弄していました。なお監督曰く、大河原市に発注していたモビルスーツのうち映画に出す機体数は大きく削ったそうで、デストロイも出さない予定だったとのこと。機体が多すぎて全体的にごちゃごちゃした作品になるのを防ぐためとかなのかもしれません。なお半壊状態のデストロイはイモータルジャスティスとライジングフリーダムが連携して撃破していますが、このシーンはドラグナーの最終回のギルガザムネ戦のオマージュということが明かされています。ということで劇場版の全機体紹介でした。シードファンからすればまだ運用されていたのかと驚くような機体からとんでも性能の最新機体まで登場する映画ならではの顔ぶれとなっています。皆様の好きな機体や武装などぜひコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。